皆さん、オラどこでもスカートで旅するちえるです。今回の動画は前回のスペイン旅行の後編です。サグラダ・ファミリアをはじめとする有名な観光地からちょっとディープなスポットまでバルセロナを満喫しました。おはようございます。スペイン Day3、今日はね、まずウーバーでカタルーニャ音楽堂に向かっております。こちらもね、おなじみクルックさんで予約させていただきました、時間指定のチケットですね。今日がね、実質スペイン観光できる最終日なので楽しんでいきたいと思います。はい、カタルーニャ音楽堂到着しました。すごい素敵。ここカタルーニャ音楽堂はなんかね、モデルニスモの建築家ルイス・ドゥメネク・イ・ムンタネによってウルフェオ・カタラ合唱団の活動拠点として建築されたものらしいです。はい、じゃあ入場したのでまずこの豪華な階段を登っていきます。すごい、ここもまた素敵です。なんといっても見どころなのはこちらの華やかなコンサートホールです。天井のステンドグラスからは光が差し込み、コンサートホールを優しく照らしています。自然光を照明源とするコンサートホールは世界でここのみです。中央で存在感を放つパイプオルガンはバルカー社製のもので3700本を超えるパイプが使用されています。彫刻も素晴らしいです。こちらの胸像は作曲家ジュゼップ・アンセルム・クラベー。ステージ右端ではベートーベンの姿も。こちらは音楽を奏でる18体の女神たち。世界各国から集めた18種類の楽器は音楽に国境がないことを表現しています。じゃあ上から見てみます。すごい、上から見下ろしても素敵。窓の花模様やモザイクがあしらわれた柱など細かいところまで本当に美しいです。天井のステンドグラスはよく見ると立体的なシャンデリアになっていました。またカタルーニャ音楽堂には2000本を超えるバラの彫刻があり、石の庭園とも呼ばれています。世界遺産にも登録されているコンサートホール。どの角度から見ても本当に美しかったです。じゃあ今からブケリア市場でお昼をいただきたいと思います。すごい市場です。こちらはバルセロナを代表する市場です。新鮮な食材が並んでいて見ているだけでワクワクします。食材だけではなく食べ歩きできるものも売っています。密封された生ハムや小分けのオイル、ソルトなどお土産にもおすすめです。座って食べられるタイプのお店もあります。それでは私も早速何か食べてみたいと思います。あ、牡蠣もありますね。海鮮とかも食べられそう。美味しそう。エビフライ。エビフライ串買いました。ちょっと油っぽいかも。サクッとしてなかった。あ、こういうフルーツジュース飲みたいな。マンゴージュース買いました。美味しい。マンゴーだ。なんかフレッシュジュースのお店勢いで買ったけど他にもいっぱいありそうですね。日本の屋台でもよく見るポテトチップスの串だ。美味しそう。ポテトチップス。フルーツジュース飲んだらね、フルーツがもっと食べたくなったのでフルーツカップとポテトチップスも買いました。これ美味しそう。ポテチ。堅揚げポテトよりちょっと分厚くて塩がね少ないかも。ちょっと日本人からしたらポテチ物足りないけどじゃがいも感はしっかりある。フルーツなんかこっち来てからあんま生のフルーツとかね食べてなかったのでビタミン補給でなんかね食べられるものは生ハムとなんかシーフード、あと揚げ物とこういうフルーツが多い印象でした。はい、結論。私のチョイスが悪かったのかもしれないけど、市場で食べるよりお店で食べた方が美味しいなと思いました。多分ね、生ハムとかね、牡蠣とか
そういう系をね、食べとく分には美味しいと思います。揚げ物はあんまりおすすめしない。じゃあこの後はね、サグラダ・ファミリアを見に行きます。だからホテルの方に戻る感じですね。あ、すごい。こっちが表かな。よく見るサグラダ・ファミリアの絵はこっち側ですね。すごいな。で、今いるのはね、サグラダ・ファミリアの向かいにある公園ですね。この池にね、逆さサグラダ・ファミリアが映るフォトスポットっていうのがね、奥に人がいっぱいいるあたりですね。ここから撮影をするといいみたいです。こんな感じで今日はあんまりちゃんと映ってないけど、池に映るサグラダ・ファミリアと真正面からのサグラダ・ファミリアを撮ることができるスポットです。めっちゃいいフォトスポットで、今回もクルックさんで時間指定のチケットを予約しております。本当はね、せっかくサグラダ・ファミリアの近くにホテル取ってるので朝一で来た方が都合が良かったんですけど、この時間しかちょっと空いてなかったので、ちょっと不思議な回り方をしております。じゃあ行ってみましょう。予約時間になったので、いよいよサグラダ・ファミリア内部に入ります。はい、荷物チェックでようやく入場しました。じゃあね、聖書を元にした2つのファザード、まずこちらを見ていきます。まずね、こちらが生誕のファザードですね。キリスト教の生誕を表現したものです。時代告知など聖書で読んだストーリーが彫刻されています。サグラダ・ファミリアはキリスト教の聖堂なので、聖書のストーリーを頭に入れてくると、それぞれの彫刻の意味が分かり、より楽しめると思います。で、ちゃんとね、聖堂ってことでノースリーブとかね、ミニスカートも禁止なので、一応上着を着てきました。じゃあ他のエリアも見ていきましょう。じゃあ中に入っていきましょう。ここもなんか葉っぱみたいになっててかっこいい。わあ、中もすごいです。こんな風になってたんだ。特徴的な柱はまるで木の枝のよう。自然からインスピレーションを受けていたガウディらしさを感じます。祭壇の天蓋飾りには麦やブドウが飾られ、貼り付けにされたキリストの姿も。そして何といっても目を引くのは美しいステンドグラス。生誕のファザード側は青と緑を使い、受難のファザード側にはオレンジとグリーンを使っています。すごい、本当にすごい。で、意外とね、中で上着着てる人はあんまりいなかったですね。なんかノースリーブの人とか短パンの人とか全然いるから、そこまでね、厳密に厳しくはなさそうです。じゃあ今度は受難側を見ていきます。こっちが受難のファザードですね。あっちはね、曲線的だったのに対して、こっちはカクカクとしたデザインです。受難というだけあって結構表情も険しめかも。こちらは裏切り者のユダの接吻ですね。遠く離れている兵士に誰がキリストかをこっそり伝えているシーンみたいです。こちらではね、キリストも貼り付けになっている様子も表現されています。で、さっきはね、葉っぱのモチーフだったんですけど、こっちはね、文字ですね。これは新約聖書から8000文字抜粋されているらしいです。で、今回は塔にも登れるチケットを予約しているので、塔の方に登りたいと思います。こちらもね、時間指定のチケットになっております。で、受難と生誕どちらかに登ることができるんですけど、なんかね、受難の方がゆっくり景色が見えておすすめってなんかネットで見たので、受難の方を予約しました。で、荷物とかもね、ロッカーに預けていくみたいなので、早速行ってみましょう。皆さんね、時間指定でチケットを持ってる方ばっかだと思うんですが、少し列ができてて、で荷物はね、ここでしまっていくみたいですね。カメラだけ持ち込み OK だった気がします。Tienen que subir 5 metros más en escalera para llegar a lo alto de la torre. And to go down, you have to go down by stairs. There's approximately 400 stairs to go down. So you have to be very careful at the last part because there are narrow staircases and spiral. エレベーターを降りて細い階段をどんどん登っていきます。すごいすごい。もうね、この隙間からもちょっと見える。すごい。一番乗りできた。あ、すごい、柵の隙間からも景色見れる。
結構高い。こうやって見ると結構迫力あるけど、ちょっとね狭いです。でもジュナンのハザードの方が高さが高いらしい。一応今のところがカメラスポットだったっぽいけど、でもこっちの方が見晴らし良さそうだよね。こっち行ってみましょう。わ、すごい。建設中の様子もよく見えます。奥に海も見える。で、反対側はこんな感じで、こっちはね、なんかあまりサグラダ・ファミリア本体は見ることができないけど、見晴らしはこっちの方がいいですね。山側。すごい。今サグラダ・ファミリアの上に登ってる。じゃあ降りていきましょう。お、またフォトスポットだ。お、すごい。さっきより低い位置から建設中の様子を見ることができます。この果物みたいなのなんだろう。ブドウとバナナに見えます。ガウディはね、自然のものから建築の発想を得ていて、これはね、巻貝から発想を得た螺旋階段らしい。行きはエレベーターで楽々だけど、帰りは結構下るから歩きやすい靴で行った方がいいと思います。再び下に戻ってきました。ちょうどね、フルーツがいっぱいあるあたりが登ったあたりですね。で、上にね、お星様みたいなのが光ってるのが2021年に完成した聖母マリアの塔です。こっちが今建設中の栄光のファザードですね。2026年完成ということで、もうすぐですね。サグラダ・ファミリアは何度来てもね、ちょっとずつ完成していくので、何度来ても楽しめそうですね。ここはね、一生に一回は見てみたいスポットだったので来れてよかったです。で、受難と生誕のメリットデメリット調べた感じだと、私が登った受難の方が高いところに行けたりとか、見晴らしがいいところが多いっていうのがメリットで、生誕のメリットとしては、ガウディがね自ら指揮を取った建物を上がりたいかどうかっていうね、そういうところの好みで選ぶといいと思います。じゃあ再び移動中です。またね、同じくクルクで予約したツアーに参加するんですけど、今度はね、ゴシック地区をいろいろね、案内していただくナイトツアー。そして、それにね、フラメンコを見学するっていうのもついています。スペインって言えばやっぱフラメンコなのでね、すごい楽しみです。それではガイドの方と合流してディープなゴシック地区散策スタートです。マドリードの街の紋章とバルセロナの街の紋章が仲良く一緒にいるっていうのはもうここだけ。あ、そうなんですね。はい。で、ちなみにこの上にいる彫刻の人はマハっていうんですね。マハ。マハ。はい、名前っていうよりはスペイン語で粋な女っていうような、ニュアンス。ローマ時代の高さなんです。あ、この下の高さが。で、バルセロナここだけじゃなくって今あえて掘ってないですけれども、多分、他のところも掘ると、なんとなくローマ時代のものが出てくるようなのがこの旧市街。ゴシック地区は前日にも来ていたのですが、なんか素敵な場所だなくらいの認識だったので、いろいろ歴史なども教えてもらうとまた見る目が変わります。ここはフォトスポットとしても有名な場所みたいです。喉から刀が刺さってるのドーンと。はい。で、刀を取ったら都市伝説でこのバルセロナが全部崩壊するっていう。骸骨の目を見ながら後ろ歩きで橋の下を通ると幸せになれるらしいです。こちらは中世のゴシック地区の様子みたいです。現在でも面影が残っている場所があるなんてすごいですよね。この壁画誰が描いたでしょうか。画家ですか。画家です。ピカソ。当たりです。お、当たった。やった。こ
ちらは壁画コンクールで優勝した壁画で、今若者たちの間で人気のスポットになっているそうです。生まれてから一番幸せだった瞬間の写真を募集し、そちらを集めて一つの壁画になっています。本当だ、よく見たらすごい写真になってる。今度は大水道の方に歩いていきます。一応ですね、右側が13世紀の後半、ここがだいぶ建てられて、この形になってきたっていうのが右側で、左側が1888年に、万博があったんですね、バルセロナで初めて、その万博の時に実はすごい綺麗にしたのがこの左側。あ、そうなんですね。こちらは王の広場です。この塔だけは昔13世紀14世紀に塔を見上げてた人と同じ風景。へー、すごい。動画に映っている以外にもたくさん散策して、最後はレイヤール広場にやってきました。こちらがガウディの街灯らしいです。じゃあこちらで今からフラメンコのショーを見たいと思います。はい、じゃあ開演を待ちたいと思います。こちらのカウンターでドリンクが買えます。ビール飲みながら鑑賞したいと思います。たくさん歩いた後のいっぱい、最高です。フラメンコショーは音楽の様子が素晴らしく、これぞ情熱の国スペインという感じでした。ショーを見た後はフラメンコチップという文化があるので、チップを入れていきます。ゴシック地区のナイトツアーも普通に回るだけではわからないような歴史のことをいろいろ教えていただけましたし、フラメンコショーもね、見応えたっぷりあってすごくおすすめです。気になった方はね、概要欄にリンク貼っておきますので、そちらからね予約すると 5% オフになります。よかったら見てみてください。じゃあ今夜の夕食はそのままレイヤール広場でいただこうと思います。この辺りはね、すごくバルとか飲食店も多いみたいです。スペインラストディナーはこちらのお店でいただきます。カーナって読むのかな。テラス席に座りました。最後でレイヤール広場を眺めながら食事をいただきます。はい、じゃあラストサングリアいただきます。美味しい。いいね、このレイヤール広場を眺めながら飲むサングリア、最高。やっぱラストはパエリアが食べたい。このキャプテン翼ツナたたきっていうのがめっちゃ気になるんだけど、なんでキャプテン翼？昨日食べたら美味しかったので、もう一回食べたくてコロッケ頼んだ。パッカーン、クリームコロッケです。濃厚なクリームが入ってるからおつまみにもぴったり。イカスミパエリア。初日に食べたパエリアはなんか普通のオーソドックスなの食べたから、最終日はイカスミにしてみました。でも海鮮がいっぱい乗ってますね。魚介の出汁がめっちゃ美味しい。固めのご飯もいい感じ。ちょっとこのマヨネーズみたいなのつけていただきます。合う、美味しい。これなんだろう、牡蠣かな。めっちゃでかい。イカでした。美味しい。美しいレイヤール広場を眺めながら美味しいご飯とサングリアを堪能。スペイン3種類として100点満点のディナーでした。Aviso de cámara de semáforo más
はい、というわけで空港到着です。楽しかったスペインの旅、あっという間でした。もうね、みんながいいっていう理由がすごくよく分かった。本当にね、素敵な国でした。また絶対行きたいです。というわけで、今日はこれからイタリアのベネチアに移動したいと思います。またね、ブエリング航空を使います。ちなみに帰りはね、ターミナル1という大きなメインのターミナルから出発なので、ブエリング航空のカウンターもたくさんあって、かなりスムーズにチェックインできました。というわけで、今回の動画はここまでになります。よかったら最後に高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。そして旅の写真インスタにもたくさん投稿していきますので、よかったらそちらもフォローお願いします。というわけで皆さん、次はベネチアでお会いしましょう。アディオース。